人間とは矛盾そのものだ。理性を求めながら感情に流され、誠実を語りながら偽りを語る。夏目漱石。いやー、まさにそうですね。ももう私のことです。私、まあ本当そうだよね。じゃあ今日も会話を見ていきますけど、じゃあ小倉先生タイトルをお願いします。米、高い。はい。なんか小倉先生、この絵見たことある気がするんだけど。うん。うんなんかこの女の子がおにぎりをね、泣きながうん。ら食べてて、うん。で、タイトルは米高いってね、米うん。はご飯だよね。日本人がよく食べるご飯。で、これが高いって言って、で、う女の子ん。泣いてるって。どうして泣いてるのかな？そうだね。じゃあ、それ考えながら聞いてみてください。じゃあ、今日のリスニングテスト、始めましょう。質問。政府の米の政策は何が矛盾していますか？ NHK のね、2025年の4月14日のニュースをね、小倉先生と一緒に見てるんだけど、このニュースの、タイトルがスーパーの米平均価格5キロ4214円14週連続の値上がりっていうタイトルで、スーパーで売ってるお米5キロが4214円なんだって。うん。うん。14週値段が上がり続けてるっていう。うん。うん。14週ってことはさ、もう3ヶ3月以上だよね。ヶ月以上ね。今年に入ってどん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 上がっていってる。それを見ると、去年の7月、2000円ちょっとぐらいかな。2倍になっちゃってるんだよね。すごいことだよ。そうだよね。このニュースによると、そのスーパーに行ってもお米が売ってないんだって。うん。前はスーパーに普通にたくさんお米が並んでたのに、う今スーん。パーに行ったらちょっとだけしか並んでなくて、しかも値段も高いっていう。そうそうそうそそもそもどうしてお米がね、高くなってるのかっていう。う。まあ、他のニュース、他のドキュメンタリーで見たのは、その、米を作っている人たちがね、うん。その、政府が進めている、政策のせいで、米が作れていない。作っそう。っている人たちが悪いんじゃなくて、政府の政策が、良くない。ていうね、ニュースも流れてるよね。うん。で、結構ツイッターでもそういう政府を批判するツイートもたくさんあって、政府の政策が悪いんじゃないかっていう声がね、大きくそうなっていってる。それはなんかメキシコに住んでいながらも感じるよね。そうそう。で、ちょうど2週間前かな、先週かな、その、お米を作っている人たちが、東京の中心部をトラクターで、マニフェストした。そうね。うん、デモ行進っていうデのかな、モ行進、日本語だとね。そう、デモ行進した。東京の六本木だっけ？そう、六本木と表参道とかね。うん、本当にうん。もう東京のもう中心、そう、まあ、お金持ちのエリア。そこでトラクターでね、うん、そうそう。デモしてましたね。それは結構珍しいことうん、だよね。もう、ちょっとね、かなりインパクトある。だからやっぱりそのお米を作ってるお米農家さんたちもかなりうん、その、怒ってる。うん、そのうん、政府に対する不満っていうのがあるんだろうなって思うそうそし、う。で、そのまあ、どうして米の値段が上がってるかって、その政府の政策の失敗っていうのが言われているのが、小倉先生、どういうことなんでしょうか？うん、その政府の減反政策っていう政策のせいで、うん。お米を作っている人たちが、お米を作りたくてもたくさん作れないっていう。減反政策っていうのはどういうことなの？
お米の作る量を調整すること。つまり、はいはいはい。作りすぎたら、お米の値段が下がるから、政府が、農家の人たちに、お米を作りすぎないでください、うんうとんうん。言っている。はい。ここね、ちょっとこれね、どういうことってなると思うけど、基本的うん。に日本でお米を作る量っていうのは国がね、コントロールしてるんだよね。そうそうそう。うん。国が米を作る量をコントロールして農家の人が自由に米の値段とかね、そういうのも決められないようになってるんだよね。そうそうそうもともそうそとそういうまあシステムがあって、う。うん。で今回その農家の人は別に米の値段を高くしたいわけじゃなくて、うん。政府は、日本の農家にはお米を作りすぎないでくださいとお願いしている一方で、今日本にあるお米をこれからはもっともっとアメリカに売りましょうと言っているんよね。そうそうここがちょそっとね、う、矛盾、矛盾しているからね。そうなんだよね。日本人はその矛盾しているポイントに対して怒っているんだよね。政府がお米農家さんにたくさんお米を作らないでくださいとお願いしていて、うん。一方で外国に日本のお米を高く売りましょうって言っそうそて、うそどんどん日本のお米を輸出していっているから、日本の国内で日本人が食べられるお米がどんどん少なくなって、う。うん。少ないから値段が上がっていく。そうそで、う。うん。スーパーには日本のお米がないから、代わりそうそうそに他の国から輸入したお米が日本のスーパーで並ぶようになってきている。う。うん。だから日本人が怒ってるっていう。うん。言ってることとやってることが矛盾してるからね。そうそうそう。そうで、そのお米を作ってる農家さんも怒ってるんうん。だよね。そうそうそう。まあうん。今回、ね、トラクターで東京の街を、デモ行進したっていうね。そう、う本当ん。にね、なんとかそういう、なんていうの、農家さんの思いとかがしっかうん。りね、日本人国民に広まってさ、で、うん。政府の政策が変わっていったらね、いいんだけど、うん。なんいか本当やにー、ね、残に、念で、2倍どう、はすごいよね。2倍は。そう、どう小倉先生、実際にお米が2倍になってうん。生活に影響すると思う？そうね。まあ、朝ごはんとかお昼ご飯の時にね、ご飯はなくてもいいけど、晩ご飯の時にね、ご飯がないのは寂しいね。僕もそうだね。うん。うちょ、ん。だってね、晩ご飯に白いご飯がね、1ヶ月に1回しか食べられなくなる日本って想像考えられできない。ないね。想確かに。像できないよね。それぐらい僕らにとって本当毎日のように食べる当たり前のうん。存在だからさ。うん。そうん。う言われるとね、月に一うん。回、あ、今日はお米だ、やったみたいになるのが想像できないね。でも実際今おにぎり、ね、日うん、本ではそうなってるってことじゃん。うん、おに唯ぎり一じゃん。がね、うん。まあ、おにぎり美味しいけど、まあ、高級な食べ物になっちゃったら、ちょっとね、もそうだよう時代が変ね。わったと思うだろうなって思う。どう、小倉先生、そういう未未来、来になっちゃったら、もうここ1、2年で。やばいなと思う。まあ、おうん。米が食べられなくなるというよりは、多分、お米は食べられると思うけど、食べられるお米は多分外国のお米 になっていくんだよね。うになるん。とそう思ね。結構本当にツイッターとか見てても、まあツイッターって今言わないんか、X とか見てみたり、いろんなニュースを見ても、日本人が直面している大きい問題なんじゃないかなって。
うん。思うから、うん。今日はちょっとそれをね、話してみました。お疲れ様です、皆さお疲れ様。ん。じゃあ答え合わせです。小倉先生、質問は何でしたか？政府の米の政策は何が矛盾していますか？はい。じゃあ答えをお願いします。農家に米をたくさん作らないようにお願いしている一方で、海外にもっと米を輸出しようとしていること。小倉先生、今日の表現は何ですか？矛盾する。矛盾するとは、言っていることとやっていることが反対だったり、前に言ったことと今言ってることが反対だったりするときに使います。この言葉はね、中国の古い話が元になっていて、どんな話か簡単に説明すると、中国の武器を売る商人が世界最強の矛と世界最強の盾を売っていて、あるお客さんが、じゃあその最強の矛を持った人と最強の盾を持った人を戦わせたらどうなるんですかと質問して、その武器の商人はね、答えられなかったっていううん。話がある。だから矛盾には矛と盾の漢字が使われています。面うん。白いよね。そうそう。覚えてる覚えてる。学校で習ったことを覚えてる。そうなんだよね。僕も学校で習ったね、これ。この言葉の語源。そうそうそう。じゃあ、会話の中ではこう使われていました。政府は農家さんに米をたくさん作らないでとお願いしている一方で、海外にもっと米を売りましょうと言っていて、矛盾していると思じゃあ、次はもっとカジュアルな例文です。見てください。あれ、漢字を勉強したいと言っていましたよね。じゃあ漢字の宿題を出してください。う。すみません。できませんでした。えー、矛盾していますね。はい。こんな先生がいたらすごい嫌だよね。ねち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 ね。宿題出していない。あれ、矛盾していますね。ってね。じゃあ、次の例文です。あの先生さ、遅刻は絶対ダメって言ってるのに、自分はクラスに毎回ギリギリに来るんだよ。それ言ってることとやってることが矛盾してるよね。はい、これ、小倉先生、学生二人の会話でね、あの先生って多分前の例文の先生だよね。そうそう。だから今度は学生がやり返してるっていうね。そう、矛盾先生。矛盾先生。小倉先生、僕思ったんだけど、今後日本人が海外の安い米を普段は食べて、特別な時に日本の高い米を食べるんじゃないかって言ってたけど、うん。僕らメうん。キシコに住んでてさ、実際そう、にそれ実践してるよねうん、そうって思だね。って、まあそのメキシコで日本の米を買おうとすると2倍ぐらいの値段になるんだよね。そう、高いからね。そうだから普段はスーパーで売ってる安い米をね買って食べてるんだけど、そう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 。まさにこれが今後日本国内で同じことが起きるのかなって。うん、起きるかもしれないね。残念すぎるよね、そうなったらね。せっうかく日ん、本の国産の米があるのに。そうそうそう。これからもね、時々ニュースのテーマも、みんなが気になってるニュースとか気になるテーマをね、取り上げていこうかなと思っています。うん。じゃあ、小倉先生、今日はこの後何するの？後で卵とお菓子を買いに行く卵とお菓つもり。子っての組み合わせ面白いね。うん。はい、だそうです、皆さん。じゃあ、今日はこの辺で終わりましょう。今週も聞いてくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、また来週も。よろしく。